今回は大人用の長めのお箸も入るカトラリーポーチを作ります。ファスナーになっていて裏地付きです。お箸とスプーンやフォークも入ります。これは23センチのお箸用で、こちらは20センチのお箸用です。好きな長さに調整ができます。縦の長さを短くすることも簡単です。計算式も紹介しています。身近な材料で作れるようにセリアのカットクロスとファスナーを使いました。ファスナーは30センチファスナーで可愛いのですが、少し開けにくい感じもしたので、おすすめは YKK のフラットニットファスナーです。フラットニットファスナーの30センチ以上のものがおすすめです。布のカットはこちらの表になります。縦の長さは7センチ仕上がりとしています。横は出来上がりはお箸の長さ足す3センチです。布のカットはお箸の長さ足す6センチになります。20センチのお箸を作る場合の材料は 26×30 センチ、あと30センチファスナーを用意します。お箸が大人用の大きめの23センチのものを使うときは、横幅は29センチになります。半分に折ってアイロンをかけます。開いて折り目を上から1センチ弱まで折り上げます。反対側も同じように折り上げてアイロンをかけます。上と下にファスナーを挟んで縫います。ファスナーは裏向けてスライダーを引きます。間に挟んでクリップで留めます。5ミリくらいの縫い代で縫います。開いて縫い代を長い方に倒します。ファスナー横の布の端を縫います。ファスナーを閉めて布端の印をつけます。開いて反対側に挟みます。ファスナーを持って裏返すようにして端を合わせます。挟んでクリップで留めます。5ミリくらいの縫い代で縫います。
ちらも開いて、縫い代は内側に倒します。布端を縫います。ファスナーを内側へ入れます。ファスナーが内側に入っていることを確認して端を切ります。ファスナー端を揃えて留めます。返し口の印をつけます。真ん中あたりに7センチです。返し口を開けて1センチの縫い代で縫います。ファスナーの端のところは硬いので手回しでミシンを送ります。返し口を開けて縫う時ですが、このまま続けて縫ってもいいですが、今回のように真ん中に向かって縫って裏返してまた同じ方向から縫うようにしても良いです。同じ方向から縫う方が底の歪みがなくて良いです。角を5ミリくらいカットして返し口から表に返します。返し口のところは内側に折り込んで布の端を縫います。内側に折り込んだら真ん中より少し右側くらいにクリップを留めて端を縫います。内側に入れて整えたら出来上がりです。内側から先の尖った角出しなどで奥に押すようにします。これだけではちょっと表側がきれいに出ないので目打ちを使って引き出します。ファスナーのところは当て布をしてアイロンを当てます。これで出来上がりです。
マジッククリップ6個入りです。このように先が細くなっているので、つけたまま縫うことができます。スライドゲージ、このように動いて固定することができるので、印付けに便利です。返し口の印をつけるときも、例えば7センチなら7センチに合わせて、これで簡単に印がつけられます。他にも円が描けたり紹介動画もあるので、そちらをご覧ください。こちらは角出しです。表に返した時の角をきれいに出すのに使います。大きさとフィット感が気に入っています。